はいどうも、今日はですね梅の剪定をやっていきます。僕がね持ってるのはこういう風にしてますけど、ただ普通のね、ただ大きい鉢に植わった梅でもできますし、お正月とかにねこう花を見るためだけに買った梅も大きくしたくないなっていう場合は、ちょっと剪定が必要なので、今日はその辺も含めて簡単なところから、始めてもらって、こういうね盆栽型にする時に僕はどういうことを考えて剪定してるんだろうっていうのをねお話ししながらやっていきたいと思います。では早速剪定に入りましょうか。使うのは一応僕はこういう盆栽用のハサミ使ってますけど、普通のクラフト用のハサミでも全く問題ないです。これ少し高いですしね、あんまりここまでやらないっていう人はこんなん用意しなくても全然大丈夫です。で、最も簡単なやり方、それはですね、枝の元から芽を2つ残して切る。もうそれだけです。花が終わった後にですね、まだ芽がついていると思うんです。で、これが葉芽というもので、春になったらこれが枝になって伸びてきます。本当に一番簡単なものはどこ行こうかな。これね、分かりづらくて申し訳ないですよね。混み合ってるんでね。分かりやすいのどこかな。この枝ですね、一番先端にまず芽があって、ここに芽があって、ここに芽があってって、だんだん下の方まで芽があって、このまま伸ばすとこっから元気になり始めて、下の方はね、全然芽が吹かないということもあるかもしれないですね。なのでこういうところ2芽ですね。今どこだろうな、下の方にもあるな。こことこのさらに下のところにですね芽があるので、ここで枝を切っちゃいます。はい、これだけです。基本これを全体にやるだけで OK です。もうそれだけでも全然もうバッチリです。でもうちょっと盆栽っぽくしていこうかなと思った時には、今度はですねこの全体を見た時にどうやって作りたいかっていうのと、あとは意味枝っていうんですね。そこを伸ばしても結果最終的に使えない、良くない枝っていうのがあるので、それに注意しながら切る必要があります。でどういうとこに注意すべきかというと、上から見た時にですね、できればこう幹の中心がありますよね。中心があって、ここから外にどんどん出るようにしたいんですね。なのでこの形の中で極端にこう下にドンと出たりするものとか、極端に上にドンと出たりするもの、芽の位置がすごい下に出てるものや上に出てるもの、内側に出てるものに対してはそれ残しても最終的には使えないので、そこ以外のところをねこう芽を生かしながらっていう感じになります。これはどこかな。そうだな、分かりやすくいつものその盆栽っぽい形の中で言うと、曲の外側ですね、曲がってるとこの外側にこうどんどん枝が出るようにするといいですね。なので例えばこういうとこですよね。この枝とかってむちゃくちゃこう曲の内側の方にあって、本来は邪魔な枝なんですよ。だから切っちゃってもいいっちゃいいんですけど、これを切るとですね、全体のバランスとしてなんかこの辺だけスカスカになっちゃうので寂しいなと思うことがあると思うんです。そういう時はこう全体に対してちょこっとだけ残しておくっていう方法をねやるとすごくいいですね。これと同じ長さでここを伸ばすとこっちにこう伸びちゃって、他のとこから伸びてきた枝とかぶっちゃうので、そこを避けるように短めにしとくと。それもできなくなったらしょうがないから落とすしかないんですけど、そういう風にやったりします。この部分分かりやすいかな。ここさっき切ったところに対して同じところから小さいものが出てて、この場合はですねやっぱりどっちかにしないとバランス悪くなっちゃうので、小さい方で残したい場合は小さい方で、向き的にはあんまり良くないんでこっちじゃなくて太い方の方がいいなっていう風に、見えるかな。見えるか。向き的には内側に伸びてるので、左側は右側で外側伸びるように作りたいなっていうふうに考えて僕は作ったりします。別にねきっちり枝をこう下からっていうか枝元から落とさなくても大丈夫なんですが、もし綺麗に落としたい時はこういう股枝切りっていうのがあるといいですね。大きさはね結構大小様々なので、大きな股枝切りだと小さい木の股には入りづらいので、その辺はバランスを考えてこう何本か持っとくといいかなと。先ほどのところが綺麗に元から切れましたね。で1本になってます。
じゃああとはちょっとバランス見ながらね枝の剪定していこうと思います。よいしょ、どこ切ろうかな。今剪定してる途中ですが、梅ってですね、どの梅も芽吹きがいい梅っていうわけじゃないんですよ。どっちかっていうと梅って全体的に芽吹きが悪いなという印象で、一応ここの元に芽があるんだけど、そこで切ったら春動かなかったっていうことが、僕は結構あって、その場合ですね、その芽が動かなかった枝が丸ごと枯れちゃうんですね。なので、一応初めてやる場合とか、この木はちょっと弱ってそうだなと思った場合は、春にちょっと芽が動くまで待ってもらって、分かりやすいのがねここにあるのでちょっとお見せします。これが普通の芽ですね。まだ小さいです、今の段階だと。これがちょっと芽が動き出すと、分かりますかね、うまく映るかな。先端が少し緑色になって膨らんできてるの見えます？これぐらいになってきます。でこの芽はちゃんと動いてくれるっていう証拠なので、ここまで切り戻して OK と。これは先端ですが、これがさっきのね枝元とかでこうなった場合に、上からそこまではこう切り戻して OK ということになります。なので心配でしたら、一応この時期は、この辺で切ろうかなとかっていう目安だけつけといて、実際に春に芽が動いた時にここまでは切って大丈夫だなっていうことで切り戻すっていう方法もありです。あとは全体のバランスを考えながら、ちなみに今切ってるですねこの枝、後で挿し木用に使おうと思います。そうそう、全体に対して太い枝がこう先端にあるところって、できればこれも切り戻しておいた方がいいですね。ここを中心に今後なんていうんだろうな、木を作っていくっていうんであれば残しても全然 OK なんですけど、そうじゃない場合は他の枝とねあんまりにこう太さが違うとバランスをね崩してこっちばっかり力がいっちゃうので、そこを作りたいっていう時じゃない時はここはね早めに処理しちゃった方がいいかなと思います。よし、だいたい終わりました。こんな感じになってます。この梅はねそんなにこうもともと枝を伸ばしてないのであんま変わんないですが、多分初めて梅をやろうと思って咲いてる梅を買ってきた場合は結構大きな鉢で結構大きな感じでいっぱい枝がついてると思うので、こう綺麗に剪定するとすっきりしてねいい感じになると思いますんで、やってみていただければと。でそうだ、ちなみに2つ芽を残す理由ですね。さっきもお話しした通り、梅ってあんまり芽吹きのいい木がなくて、いわゆる甲州野梅とかそういったすごい芽吹きのいい木以外はだんだん枝が減っていくようなイメージなんですね、こう締め込むと。なので、一応2つ芽を残しといて、もし1つ芽が動かなかった場合ももう1つでカバーできるようにっていうことですね。その枝丸ごとなくなっちゃうとね、近くからこう何にもないところから芽が吹くことを胴吹きっていうんですが、なかなかね胴吹きしないので梅って僕の印象では本当そうですね。なので、枝がね一回枯れちゃうとどんどんその枝の周りから枯れていっちゃうっていう感じで、枝の本数減ると寂しいですからね、少し残し目でやってもらえればなと思います。そうだからこういうのね、本当はここむっちゃくちゃ長いんで気持ちよくね切り戻したいところではあるんですが、だいたい先端にしか芽が来なくて根元の方来ないので、こうだだ伸びしていくっていう感じなんですよね。その場合は、去年の枝と、今年これから伸びる枝は、比較的針金で曲げやすいので、僕はあんまり曲げない方なんですけど、それもやってみようかなと。春過ぎて梅雨ぐらいまでは曲げれるので、そのあたりでまたやってみようかなと思います。じゃあ今日は梅の剪定やってみました。皆さんもねちょっとこう梅剪定して気持ちよくねすっきりした梅にしてかっこいいのをね作っていただければと思います。はい、じゃあまたね次の動画でお会いしましょう。ではまた。